織物っつうのは日本っぽい織物だと思うよね。織物は変わんないんだよね。俺ももともと入れ墨って普通に当たり前のように呼んできたんだけど、町友会とか行くとさ、入れ墨って言うと注意されるのよ。織物ってやっぱ職人業だとは思うのよ。先生、ちょっとお伺いしたいんですけども、彫り物って他にもいろいろ呼び方あると思うんですけど、織物っつうのはタトゥー入れて、そうですね、入れ墨としてはそれもいいと思うんですけど、墨入れてるやつとかに彫りの日はもう徹底的に整えます。姿勢とか分身とかも聞いたりするんですけど、これは呼び方によって何か区別とかってあるんですか？なんか世の中の9割5分ぐらいはね、よく入れ墨って言うんだけど、はい。ただその入れ墨っていうのはさ、刑罰の言い方で、これ刑罰じゃないじゃん別に。町友会とか行くとさ、入れ墨って言うと注意されるのよ。俺ももともと入れ墨って普通に当たり前のように呼んできたんだけど、刑罰って意味で言ってる意味じゃないんだけど、もう入れ墨っていう言い方がもうその根付いちゃってて、当たり前のように入れ墨入れ墨って、今でもほとんどの彫り師がみんな入れ墨って言うんだけど、でもやっぱりそういう町友会とかそういう伝統を守ってる人たちは彫り物っていうのね、やっぱ入れ墨だと注意される。だから俺はそれ以降やっぱり町友会入ってからやっぱ彫り物っていうようになったね、やっぱね。昔はじゃあ彫り物と入れ墨っていうのは分けて考えたっていうことですか？そうだね、やっぱ江戸時代の頃っていうのはやっぱり入れ墨っていうのは刑罰だからね。犯罪を犯した人が二の腕のところにねこう線引かれたり、ああいうのをやっぱ入れ墨っていうからね。でもやっぱ江戸っ子たちは彫り物っていうからね、やっぱ。なるほどですね。江戸っ子の言い方だよね。あ、江戸の言い方が彫り物なんですね。そういうのは俺も町友会に行ってこう勉強になったかなと思うね。堀長さんの本で昔なんか入れ墨っていう本があるんだけど、それは入れる図柄の図に美しいで入れ墨って書いてたね。なんか刺すに青いって書いて姿勢で入れ墨って読ませたりもしますよね。まあそういう本もあったね。なんかね、姿勢しかりで入れ墨っていう本もあったりとか、姿勢、漢字ではみんな読むけど、なんか姿勢とは言わないよね、やっぱね。言い方としてはなんかこう姿勢掘りに行ってくるわとか、なんかどんな姿勢入ってんのとか、なんかそういう言葉ではあんま出てこないかな。確かにそうですね。そういう意味でやっぱり彫り物か、まあ一般的に使うのは入れ墨だったりタトゥーだったりとかが、あと彫りとか墨とか、なんかいろんな言い方あるけど、確かにそうですね。俺は基本的には彫りっていうか彫り物っていうかどっちかだね今。単純に彫りと言ったりもするっていう形です。でもあまりに世の中の人が入れ墨って言うから、ほっといてくれ。95% ぐらい、俺もそうだったけど、やっぱりみんな入れ墨って言うから。先ほどの話だと先生も、彫り師としてやっててもやっぱり入れ墨って呼んでた。彫り師が入れ墨って言うからね、やっぱ9割5分は多分入れ墨っていう。別にそういう人たちも特に刑罰とかそういうこと全く関係なく、もうそういう言い方がもう当たり前になっちゃっててっていうことですね。地域によってももしかしたらねやっぱ変わったりするのかもね。だから例えば江戸っ子は彫り物、関西行くとほら我慢って言ったりもするね。昔は言ってたみたいだから。なるほどなるほど。我慢は多分関西圏なんじゃないかな。俺はやっぱその江戸の彫り物が好きだから、やっぱりそういう言い方がこう広まってくれたらなと思ってよ。でもそれでもたまに俺も入れ墨って言っちゃう時もあるんだよね。相手に引っ張られて言っちゃったりしますよ。そうですね。刑罰の一環だったっていうのは割とタトゥー彫り物好きな人知ってる人もいるとは思うんですけど、一般的にはあんまり知られてないことですかね。それは知ってんじゃん、刑罰だったって。ポリスだったら当たり前のように思ってるけど、一般の人はもしかして分かってない人もいるかもね。やっぱりあまり興味ない人からするとやっぱ知らない人も多いんじゃないですか。なんですか、興味ない人からするとこれ入れ墨だと思うんですよね。彫り物っていう言葉はあまり知らなかったりする。彫り物って言い方の方がなんかこうなんだろうな、なんか職人仕事って感じがするね。俺個人的にはなんかね。なるほど。でも確かにそうかもしれないですね。
何か職人、作り上げるものっていうか、ちょっとさっき先生の名刺ちらっと見させてもらったんですけど、肩書きが彫り物師ってなってますよね。そうだね。俺も彫り物師にしたかな。なんかいろいろあるけどね。なんかはい姿勢師とか入れ墨師とかはいはい。なんかいろいろあるんだけど、なんかしっくりきたのが彫り物師だったかな。なんか自分も分身師とかなんかこう聞いたこともあったりするんですけど、姿勢とか入れ墨とか書いてる人いるよね。この世界ってさ、ルールないから、あるようでないからね。何でもありだから。彫り物でも入れ墨でも分身でもまあ何でもありだよね。ルールがない。先生としてはこの彫り物師っていうのが一番しっくりきた。やっぱりちょっとそのなんだろうな、俺は別に江戸っ子を目指してるわけじゃないんだけど、江戸っ子の江戸ではないんだけど、まあ、江戸の彫り物が好きで江戸ってつけてるんだけど、はい、なんかやっぱそういうね、その江戸の彫り物っていうのはやっぱり彫り物っていう言い方がやっぱ一番合うから、それでまあ彫り物師っていうかね、なるほど。職人っぽく感じる俺はなんかそれが、はい、まあそうですね。これも職人技の一つですからね。彫り物ってやっぱ職人業だとは思うのよ。昔からそういう扱いされてきたと思うね。その東京では。なるほど。東京、堀尾さんたちの時代っていうのはやっぱり、まあ他の堀師は知らないよ。はい、堀尾さんたちっていうのはなんかその職人として扱われてきてて、なんか江戸のさ、なんか職人図鑑みたいなのに、はい、やっぱなんか彫師として載ってるもんね。なんかね。江戸の職人図鑑っていうのがまずあるんですね。まあそういうのにやっぱね、彫師が載ってたもんね。そこに彫師さんも載ってる。例えばキセル職人とか、そういうセッタ職人とか、まあ、その中の一個として紹介されてたね。ああ、なるほど。じゃあその本が出版された当時はやっぱり彫師っていうのも、いわゆる一つの職人として認識されてたんですね。なんか今のイメージと若干違うような感覚も、なんか今はいい意味で言えばまあアーティストみたいな。そうやね。まあ彫師も職人とアーティストの両方を兼ね備えてるような感じだから。そうですよね。まあ、どっちかなくてもダメだし、どっちかだけでもね、まあ、ちょっとバランス悪いだろうから、まあ、彫師によってはその職人寄りの人なのかアーティスト寄りの人なのか、このメーターがさやっぱ人それぞれだから、なるほどなるほど。どれが正解っていうのはないんだろうけど、俺個人的にはね、俺は真ん中らへんなんだよ。おお、なるほど。職人でもあるんだけど、やっぱり芸術家でもあるかな、自分が。やっぱ浮世絵とかもやられてるじゃないですか。描いてる絵とかも。なんかやっぱ彫ってるんだけど、俺はやっぱりこう絵を描いてるイメージなんだよね、やっぱり。なんか今の言葉で言うと、彫ってるっていうと職人で、描いてるっていうとやっぱりアーティストみたいな、なんかこのイメージは湧きますね。俺はなんかどっちかというとやっぱ絵描いてるのに近いから、自分の絵をここに描きたいっていう感じでやってるから、なるほど。ちょっと職人の部分はちょっとそこまで高くないのかもしれないね。そういう憧れはあるんだけど、はい。まあでもやっぱり両方の要素を持ってっていうことですよね。俺はそのここに絵を描くにはこれでしかできないから、これでやってるだけって感じかな。ああ、なるほど。俺はね、はいはい。紙に描くんだったら筆やらペンで描ける。そう俺が好きな彫り物の雰囲気を出すにはこれでやるしかないから、手彫りでね、それで手彫りでやってるような感じで、もしそれがマシンで表現できてなったら、もしかしたらマシンでやってたかもしれないし、ただそういうね、江戸の彫り物の雰囲気を出すにはこれでしかできないから、これをマスターしようと思ってるだけかな。ああ、そういうことなんですね。俺はそういう感じ。あくまでも自分が求めるものが、まあ、手彫りじゃないと今のところ再現できないと。あと町友会とかで行くじゃんね。町友会のメンバーが自分の彫り師のことをさ、わりかし今先生っていうパターンが多いと思うんだけど、町友会行くとさ、自分の彫り師のこと師匠っていうのがなんか、師匠って言うんですね。あれもなんか変わった言い方だなと思うね。そうですよね。そのお客さんであってお弟子さんじゃないですもんね。なんか自分の師匠は誰とか、そういう感じでうちの師匠はねとか、そういう感じでなんか彫り師のことを
言ってるんで、あれは、なんか変わった言い方だなと思うけど、面白いですね、まあ、でも個人的にはその彫り物って言い方がもうちょっとポピュラーになってくれたらなとは思うね。